皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？元気に過ごしてらっしゃいますかね？今日のポッドキャストでは最近の私のことについてお話ししていきたいと思います。ちょっと最近私の生活、私のお仕事に変化があったというか、もう少しで変化があると言った方がいいかな。もう少しでいろいろと変わるので、ちょっと今日はそういったことについてお話ししていきたいと思います。で、何についてお話しするかというと、私は前々から言っているように、日本語教師、あと YouTube、あともう一つカフェで働いている、そういうふうにお話ししたことがあったと思うんですけど、実はそのカフェをですね、辞めることにしました。そう、カフェを辞めることにしたんですね。で、今日はなんでそのカフェを辞めることにしたのか、そしてこれからどうするのか、そういったことについてお話ししていきます。で、今日お話しする中で、私の考え方、人との関わり方、そういったことについてもお話ししていくので、よかったら皆さん楽しんでいっていただけると嬉しいです。では、早速始めていきましょう。では、早速お話ししていくんですけど、まず最初に、私がなんでそのカフェで働いていたのか、そういったことからお話ししていきます。で、なんで働いているかというと、やっぱり日本語教師として働くのも、今はオンラインだし、そして YouTube を作るのも家で作業をしますよね。そしたら結構人と話す機会がないんですね。人と話す時間がない。それで私は今までカフェでも働いていたんですね。もちろん日本語教師として生徒さんと話すときはたくさんあるんですけど、やっぱりオンラインっていうのもあるので、どうしても人と会うことがない。なんていうか、授業以外の会話が全くない状況になってしまうんですね。なので今までちょっと忙しかったけど、なんとか続けていました。そしてそのカフェを選んだ理由も、私は前々から言っているように奈良県に住んでいて、結構その私が働いているカフェも観光客の方が多い地域なんですね。それで私はそういう観光地の近くで働いたら英語を話す機会もできるかなと思って、自分のためにもなるなと思ってそこを選んだんですね。でも実際にそこで働いてみると、海外からのお客さんが来ないどころか、あの、お客さんが来ないんですね。まず、そもそもお客さんが少なくて、だからそこで働いている時間もずっと立ってるだけとか、とにかくすることがない、全く自分のためにならない場所だったんですね。それで私はもうやめようと思って辞めることにしました。で、そういったこともあって私は辞めることにしたんですけど、実はもう一つ大きな理由があるんですね。これは何かというと、ちょっと一緒に働いている人、もちろん仲はいいんですけど、ちょっとね、言葉遣いが悪いというか、すごく口が悪い人がいて、私はどうしてもそういう口が悪い人、なんか、お前とか、あいつとか、うざいとか、
結構悪い言葉なんですけど、そういう言葉を話している人がすごくすごく苦手なんですね。でもお仕事だし、そういう人が周りにいても我慢して働かないといけないかなって思ってて、今まで頑張っていたんですけど、どうしても毎日毎日その人と一緒に働いていると、移ってしまうんですね。私はそういう人に対して悪い言葉、汚い言葉、誰かが傷つくような言葉を言うのがすごくすごく嫌で、今までもできるだけそういう人が傷つく言葉を使わないようにしていたんですけど、どうしてもその人、その結構口が悪い人と毎日一緒にいると移ってしまうんですね。移ってしまう。私もそういう言葉を不意に言ってしまいそうになったりすることがあったんですね。で、私はそれが本当に嫌で、自分がそういう言葉を使うっていうのが本当に本当に自分で許せないんですね。ちょっと嫌だったんです。なんか別に誰かがそういう言葉を話してるのは私には関係ないし、別に聞かないふりというか、聞いても左から右にちくわのようにね、流していたんですけど、でもなんだかやっぱり、すごくすごくそこで働いていると、ストレスが溜まるというか、すごくネガティブな気持ちになってしまう。すごく暗い、どんよりとした気持ちになってしまうことが多かったんですね。で、それもあるし、さっき言った英語を使う機会もない、自分のためにならない、そう思ってやめることにしました。で、これからどうしていくかっていうことなんですけど、やっぱり今私がこのカフェを辞めて、人と話さなくなってしまう、人と関わる時間がかなり減ってしまうっていうのは、私にとって、今の私にとってあんまり良くないなって感じるので、どうしようかなとは悩んでいたんですね。これからどうしよう。他のところ探した方がいいかなとか、そうやって悩んでいる時に、なんとですね、すごくすごく嬉しいことに、あるお店から連絡が来て、ちょっと来てくれませんかって言ってくださったんですね。そこも、カフェではないんですけど、飲食店、ご飯を食べたりするところ、そういうお店なんですけど、そこから、働いてくれませんかっていう連絡が来たんですね。で、なんでこうなったか、なんで連絡が来たかっていう話を説明すると、かなりかなり長くなってしまうので、ここはちょっと説明しないんですけど、とにかく違う飲食店、違うお店から働いてくれませんかっていうお話をいただいたので、ちょっとそこで働くことにしました。で、ここはね、私が求めていた英語を話す機会ですね。観光客の方、海外から来られた方とかなり話す機会が多いお店なので、私もぜひここで働きたい。そういうふうに伝えて働くことになったんですね。まだ始まってはいないんですけど、私はそのカフェを辞めて違うお店で働くことになりました。それが最近の私の生活、私のお仕事の面での生活で起こっていること。で、もちろんカフェで働いていた時間っていうのもすごくすごく楽しかったし、いい経験をね、したんだけど、でもやっぱり私的にあこで働き続ける、あのお店で働き続けるっていうのは、かなり心にストレスが溜まってしまって、ちょっとね、嫌だなとか辛くなってしまうことが多かったんですね。
なので、それだったら自分がやりたいと思える場所、自分が働きたい、自分がここで成長したい、そうやって思える場所で働きたいな、そう思って新しいお仕事ですね。新しい違うお店で働くことにしました。で、やっぱりね、さっきも説明したように、周りにそういう汚い言葉とか、人を傷つけるような言葉を話す人がいると、どうしても自分もその言葉に慣れてしまうっていうのがあると思うんですね。なので私もこの動画でできるだけ綺麗な言葉を使ったり、スラングもあんまり使わないようにしていたりするんですね。これが今日お話ししたことと、似た理由なんですね。もちろんスラングは結構カジュアルに話したりするために、すごく便利な言葉ではあるんだけど、やっぱりそれを使いすぎてしまうと、誰かを傷つけてしまったり、誰かに嫌な思いをさせてしまう。そういった可能性があるんですね。そういったことになってしまうかもしれない。だから私はできるだけこの動画でも使わないようにしているし、同じように日常生活で友達と話す時とかも、そういう汚い言葉、誰かを傷つけてしまいそうな言葉は使わないようにしています。こういったのがやめた理由ですね。うん。簡単に言ってしまうとそういうことです。やっぱりちょっとここで働いていくのは、私にとって苦しい、しんどいなって思うことが多かったので、やめることにしました。はい。今日はこんな感じで、最近の私の生活ですね。私の、プライベートなこと、皆さんにお話ししていなかったこと、そういったことについてお話ししてみました。いかがでしたか？楽しんでいただけましたかね？今日は何か日本文化とか、そういう私の考え方とか、深い話とか、日本語の勉強とか、そういうものではなかったんですけど、皆さんのリスニングの役に立っていたらすごく嬉しいです。では皆さん、今日もここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。楽しんでいただけていたらすごく嬉しいです。そして奈良に皆さんが観光に来た時に、もし私を見かけたら、ぜひ話しかけていただけたらすごく嬉しいです。では本当にありがとうございます。では今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さんまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。